古い木造家屋の茶の間、夕暮れの光が色あせた畳を静かに照らしていました。机の上に並べられた古びた5冊の銀行通帳。73歳になる修一は老眼鏡の奥の目を細め、深く長い息を吐き出しました。これでいい。私が全部片付けておけば、あの子たちに余計な苦労はかけずに済むはずだ。長年勤め上げた市役所を退職し、妻の悦子と二人きりの暮らし、少しずつ物忘れが増え、足腰の衰えを感じ始めた修一は、誰にも告げずに、ある決心をしていました。それは、自分が倒れた時、残された家族が困らないようにと、一人で進めていた、就活の口座整理でした。子供や孫の名義で作った、複数の秘密口座、定期預金を崩しては、少しずつ移し替えていたお金。しかし修一は、まだ知る由もありませんでした。その家族を思う優しい嘘が、数年後、残された家族に、重い追徴課税と耐え難い手続きの苦痛を強いる税金爆弾へと姿を変えてしまうことを、これは良かれと思って一人で就活を始めた父親が直面した知られざる口座整理の罠と家族の絆を取り戻すまでの物語です。修一の毎日はいつの間にか近所の銀行や郵便局をめぐる孤独な作業で埋め尽くされていました。子供たちに迷惑をかけたくない。死んだ後の手続きであの子の手を煩わせたくない。その一心でした。東京で忙しく働く息子の健太は年に一度正月に顔を見せる程度、電話口で聞こえる息子の疲れた声を聞くたびに修一の焦りは募っていきました。健太の名義で作ったこの通帳に毎年少しずつ移しておけば、私が行った時そのまま健太の生活の足しになるだろう。しかしその作業は想像以上に修一の心身をすり減らしていきました。あちこちに散らばった口座、暗証番号の控え、古い印鑑の山、どれがどの口座の印鑑だったのか、次第に記憶が曖昧になっていきます。台所で夕飯の支度をしていた妻の悦子が心配そうに声をかけました。お父さん、最近ずっと机に向かって何か書いていらっしゃるけど、お体大丈夫ですか？顔色が優れませんよ。なんでもない、男の仕事だ、お前は気にしなくていい。思わず声を荒らげてしまった自分に、修一は胸の奥で深い自己嫌悪に陥りました。悦子に余計な心配をかけたくない。ただそれだけなのに、家の中には冷たい沈黙が広がるようになっていきました。さらに修一の頭を悩ませていたのは、テレビのニュースで耳にした税制改正の言葉でした。生前贈与のルールが変わり、昔のように単純にお金を移すだけでは通用しなくなっているらしい。名義預金とみなされれば、過去に渡したお金も全て相続税の対象になる。新聞の切り抜きを握りしめる修一の手がかすかに震えていました。家族のためにと必死にため整理してきたはずのお金が、かえって健太や悦子を追い詰める凶器になるかもしれない。誰にも相談できず、修一の心は深い闇へと沈んでいきました。ある秋の雨の夜、修一は胸の激しい痛みに襲われ、救急車で運ばれました。幸いにも一過性の発作で、数日の入院で済みましたが、病院の白い天井を見上げながら、修一の脳裏をよぎったのは、恐怖だけでした。もし、あのまま、私が死んでしまっていたら、病室のドアが静かに開き、仕事を切り上げて、東京から駆けつけた健太が、入ってきました。肩を落とし、濡れたコートのまま立ち尽くす健太の顔は、ひどくやつれていました。父さん、大丈夫なのか？ああ、大したことはない。わざわざ仕事を休んで、来なくてもよかったのに、大したことないわけないだろ。
母さんから聞いたよ。最近父さんが塞ぎ込んで何か隠し事ばかりしてるって。健太の目には大粒の涙が溜まっていました。俺たち家族だろ。なんで一人で全部抱え込むんだよ。倒れるまで何も言ってくれないなんて。俺そんなに頼りない息子だったか。息子の絞り出すような声が静まり返った病室に重く響きました。傍らで悦子もまたハンカチを目元に当てて静かに肩を震わせています。違うんだ健太、お前に苦労をかけたくなかったんだ。お金のことや後始末のことでお前の重荷になりたくなかった。お金のことなんかより父さんが元気で笑ってくれてる方が何倍も大切なんだよ。父さんがいなくなったらどんなにお金が残されていたって俺も母さんも救われないよ。健太はそう言ってベッドの柵に額を押し当て声を殺して泣きました。よかれと思って一人で背負い込んだ秘密が一番守りたかった息子をこんなにも傷つけていた。秀一の瞳から熱い涙が頬を伝いシーツにポタポタと吸い込まれていきました。退院から1週間後、秀一の自宅に長年の友人であり相続の相談に乗っている森下が訪ねてきました。森下は縁側でお茶をすすりながら秀一が広げた複数の通帳とメモをじっくりと見つめました。佐藤さん、ご家族を思う気持ち痛いほどよくわかりますよ。ですがね、今のやり方は本当に危険なんです。やはりそうなのか。子供名義の口座に親がお金を積み立てていても通帳や印鑑を親が管理していれば税務署からは名義預金とみなされます。つまり佐藤さんの財産のままだと判断されてしまうんです。森下は優しくしかし真剣な眼差しで言葉を続けました。さらに最近の法改正で亡くなる前の生前贈与が相続財産に加算される期間が従来の3年から7年へと大幅に延長されました。焦って直前に口座をいじってもかえって税務調査の手続きで健太さんたちを苦しめることになりかねません。秀一は顔を覆いました。自分の独りよがりな就活がどれほど危ういものだったかを思い知らされたのです。森下さん、私は一体どうすればいいんだ。家族に笑顔を残すには何から始めればいいんだ。森下は秀一の肩にそっと手を置きました。佐藤さん、就活とはね、隠してお金を残すことではありません。家族と一緒にこれからの安心を作ることなんですよ。今からでも決して遅くはありません。正しい手順で一つずつ紐解いていきましょう。森下のその温かい言葉に秀一の曇りきっていた心に一筋の光が差し込みました。森下の助言を受けた秀一はその日から悦子と共に正しい就活口座整理の実践を始めました。机の上に散らばっていた書類を前にまずは深く息を整えます。悦子、今まで悪かったね。これからは2人で健太のためにも正しい整理をしていこう。お父さん、一緒にやりましょう。2人の顔には久しぶりに穏やかな決意が浮かんでいました。情報口座の集約化と名義預金の解消。まず最初に取り組んだのは散らばった銀行口座の断捨離でした。若い頃に作った地方銀行の口座や付き合いで作った信用金庫など使っていない口座が5つもありました。秀一は悦子と一緒に窓口へ足を運び、メインバンクの普通口座と生活費決済用の口座の合計2つに絞り込む手続きを進めました。昔は口座が多い方が分散できて安心だと思っていたが、残された方は解約手続きだけで何十通も戸籍を集める羽目になるんだな。そして最も重要な名義預金の解消に取り組みました。健太名義で秀一が管理していた通帳を一度すべて解約し、
修一自身の本来の口座へとお金を戻したのです。誰のお金であるかを白日の下にさらし、曖昧なグレーゾーンを完全になくす作業でした。通帳を2冊にまとめたその日、修一の胸のつかえがふっと軽くなるのを感じました。これでどこの銀行に何があるのか、誰が見ても一目でわかるようになった。情報法改正に対応した正しい生前贈与と記録。次に言ったのは、2024年の税制改正を正しく踏まえた生前贈与の実践でした。これまでは年間110万円の非課税枠を使い、ただ黙って口座にお金を振り込む歴年贈与を行おうとしていましたが、生前贈与加算が7年に伸びた今、健康状態や年齢を考慮した慎重な設計が必要でした。森下の指導のもと、修一は健太ときちんと贈与契約書を交わすことにしました。あげる側ともらう側の双方の合意を書面に残し、健太自身が普段使っている口座へ銀行振込で証拠を残す形です。さらに大きな資産を一気に移す場合は、将来の相続税額と照らし合わせながら相続時精算課税制度の活用も視野に入れました。健太、これはお前が自分の人生のために使うお金だ。受け取ったら必ずお前の通帳でお前自身が管理しなさい。ありがとう、父さん。大切に将来のために使わせてもらうよ。お金の流れを透明にし、きちんとした記録を残すことで、税務署への後ろめたさは完全に消え去りました。情報家族会議とエンディング口座リストの共有。最後のステップは最も勇気が必要だった家族会議と情報の共有でした。次の週末、自宅に健太を招き、修一は一冊の真新しいエンディングノートを開きました。そこには集約した銀行名、支店名、口座番号、公共料金の引き落とし口座、そして保管してある印鑑の場所が丁寧な文字で書き記されていました。健太、これが私の財産のすべてだ。暗証番号そのものは書かないが、私が倒れたらどの口座から連絡すればいいか、ここに全部まとめてある。健太はノートをじっくりと見つめ、それから修一の顔を見ました。父さん、ここまできれいに整理してくれたんだね。何よりこうして父さんの口から直接話してくれたことが一番安心したよ。悦子が入れてくれた温かいお茶の雪が3人の間を柔らかくくるみ込みました。隠し事のなくなった茶の間には何年ぶりかの屈託のない笑い声が響き渡っていました。口座整理を終えてから数ヶ月が経ちました。季節は巡り、庭の梅の木が小さなつぼみをつけ始めています。修一の表情からはあの病室で見せていた険しさと焦燥感が嘘のように消え去っていました。毎朝悦子と2人で散歩に出かける足取りも以前よりずっと軽やかです。お父さん、本当に顔色が良くなりましたね。ああ、あんなに重かった頭の痛みが嘘のように消えたよ。お金の整理をしたつもりが自分の心の整理をしていたんだな。机の上に残されたのはすっきりとまとめられた2冊の通帳と家族への感謝が綴られた1冊のノートだけ。その日の夕方、健太から1本の電話が入りました。父さん、今度の連休、孫を連れてみんなで帰るよ。父さんが教えてくれた口座のリスト、母さんとも共有してアプリに控えておいたからね。そうか健太、ありがとうな。お礼を言うのは俺の方だよ。父さんが元気なうちにちゃんと話してくれたから、これからのこと家族みんなで前向きに考えられるよ。電話を切った後、修一は静かに窓の外を見つめました。残すということはお金を隠して渡すことじゃない。残された後の日々を笑顔で生きていける安心を手渡すことだったんだな。その頬を伝う涙はもう後悔の涙ではなく、家族への深い愛と
感謝に満ちた涙でした。夕暮れの茜色の空が静かに夜の蝶へと移り変わっていきます。誰しもいつかは訪れる人生の幕引き。家族に迷惑をかけたくない、その優しい思いこそが時として独りよがりの壁を作り、大切な家族を税金や手続きのトラブルという暗闇に突き落としてしまうことがあります。本当に大切な就活とは、一人で抱え込んで秘密の口座を作ることではありません。使っていない口座を整理し、正しいルールの下で思いを記録し、そして何より家族とお茶を飲みながらこれからのことを笑顔で語り合うこと。あなたのその小さな勇気と対話が残された家族にとって生涯の宝物となるはずです。今夜大切なご家族の顔を思い浮かべながら、まずはご自身の引き出しにある通帳を一冊優しく開いてみませんか。あなたの残す思いが大切なご家族の明日を温かく照らしますように。